涙と笑顔が交わる道、君の影が揺れる道、どこまでも続けた二人の旅、桜の下でいつか皆さんこんにちは。クリエイターの清田です。僕は2022年、2023年の2年間、ソニーエクスペリアの公式アンバサダーとして活動してきました。そして今年2025年に発売されるエクスペリアの新商品、エクスペリアワンマーク7を実際に使って撮影に行ってきました。とにかくエクスペリアは本当に進化してます。驚くほどです。その中でも特に僕が感動した、というかこれは本当にすごいと感じた2つの機能を紹介します。1つ目、 AI カメラワーク。これはエクスペリア史上最強の AI 被写体検知と超強力な手ブレ補正を兼ね備えています。まさに一度しかない人生の瞬間があるというコンセプトのもとで生まれた機能です。普通に撮影するとこんな風にブレたり、被写体がフレームアウトしてしまうことってよくありますよね。足場の良い場所ならまだしも、実際の撮影って段差や階段、障害物があったりと足場が悪いロケーションってめっちゃ多かったりしますよね。特に後ろ歩きで足元や周囲に気を配りながらカメラに集中するのって本当に大変なんですよね。でもこの AI カメラワークなら被写体ロックをオンにすることで常に中心を捉えながら安定感のあるカメラワークが実現できます。実際撮影中にここまで滑らかに、しかも被写体をしっかり中心で捉え続けられるのってめっちゃ驚きました。しかも被写体ロックをオフにするとさらに強力な手ブレ補正が発動します。全力でダッシュしながらの撮影でもブレずにスムーズな映像が撮れるんですよ。今までのエクスペリアを使ってた方で多分感じてた方多いと思うんですけども、もう少し手ブレ補正が強かったらなーって思うことありましたよね。正直これは驚くと思います。僕自身走りながら撮った映像を見返して、これマジでスマホで撮ったのって思わず突っ込んじゃうほどでした。本来被写体を中心にブレない映像を撮るにはジンバルのような手ブレ補正機材、被写体を真ん中に捉え続ける撮影スキル、撮影後の手ブレ補正やクロップなどの編集作業、こういったものが必要になりますよね。でもエクスペリアワンマーク7ならこれ1台で完結するんです。友達や恋人、家族との日常の一コマや旅先の風景を映画のようなクオリティで簡単に残せます。2つ目、オートフレーミング。これはカメラを動かさなくても AI が自動で被写体をクローズアップしてくれて2つの映像を同時に撮影できるという機能です。つまりエクスペリアをただ構えているだけで AI が自動で被写体を追ってくれるから、画面越しではなく自分の目でちゃんと見ながら楽しみながら撮影できるんですよ。これ本当にすごくないですか？さっき定点で撮影した映像なんです。被写体を自動で追いかけてくれるショットと定点からの全体映像を同時に録画してるんです。皆さんよくライブやコンサートに行った時にスマホで撮ることばっかり集中しちゃって実際ライブほとんど見てなかったっていう経験ありません？あれって家に帰ってからすごいもっと肉眼で見とけばよかったって思うことありますよね。このオートフレーミングがあれば入学式、結婚式、運動会、ドッグラン、そういう逃したくない一瞬のシーンもちゃんと見ながらちゃんと残すことができるんです。正直この機能をカメラの苦手な自分の親にも勧めたくなりました。ただ映像を残すだけじゃなくてその場を楽しみながら撮れるってすごくないですか？やっぱり一度しかない人生の瞬間って直接目で見て心に焼き付けて映像に残したいですよね。しかもこの機能、撮った映像を自動でクロップして縦型にも対応できるんです。
今って縦型動画が主流の時代なので、そこにもちゃんとハマる設計になってるのがまたすごい。僕自身ソニーのデジタル一眼カメラ α-Vlog-Cam ZV-E1 もよく使ってるんですが、Xperia 1 Mark 7は ZV-E1 と同じ姿勢推定技術を用いた人物を認識しているので、ソニーの α で撮影しているような感覚になれるんですよ。オートフォーカス精度がより良くなっています。その他の僕がすごく感動したポイントは、進化した超広角カメラです。新しく登場した超広角カメラには大型センサーが搭載されています。なんとセンサーサイズは前モデル Xperia 1 Mark 6の 2.1 倍です。1分の 1.56 インチのセンサーで 16mm と 24mm レンズがフルサイズ一眼並みの暗所性能を持ってるんです。超広角って歪みがすごいんじゃないのって思う方たくさんいますよね。でもこの Xperia 1 Mark 7はソフト処理ではなくレンズそのものの改良によって歪みを最小限に抑えているので、広い画角でも自然で美しい映像が撮れるんです。これは写真好きの方には特に刺さるんじゃないかなって思いました。そして前モデルの Xperia 1 Mark 6でも好評だった最大4センチまで寄れるテレマクロ機能も健在です。一眼レフで 16mm や 24mm のレンズって買うとめちゃくちゃ高いし、サイズもでかくて重いじゃないですか。しかもテレマクロ撮影までできるレンズってこれはもうほんと完全にプロ用ですよね。それがこの Xperia 1 Mark 7に全部入ってるって本当にすごすぎますよね。さらにポートレート用の 48mm と 85mm レンズも素晴らしくて、一眼カメラのような綺麗なボケ感、そして玉ボケ、焦点距離に応じたボケ、こんな感じで背景をしっかりとぼかした立体感のあるポートレート写真も簡単に撮れちゃいます。その他まだまだたくさん紹介したい機能はあるんですけども、全部紹介してるともう日が暮れてしまうので、その中でもいくつか僕が厳選しました。ディスプレイがとにかく見やすい。やっぱソニーさんといったらブラビアですよね。そのブラビア画質を AI で表現しています。野外の太陽光の下でもくっきり見えます。また前後にダブル照度センサーがあるので、逆光を狙うようなシーンでも自動で明るさを最適に調整してくれます。バッテリーも超強力なんですよ。満タンにすれば独自の省エネ設計でおよそ2日間持ちます。ほんとこれだけの機能が全て入っていて、スマホでできる限界がもうここまで来たかというふうに僕は感じました。とこんな感じで半端ない進化を遂げた Xperia 1 Mark 7、これ1台あれば全て完結しちゃうんじゃないかって思うぐらい素晴らしい仕上がりでした。ぜひ皆さんも一度手に取ってこの Xperia 1 Mark 7の世界を体験していただけたらと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。コメントで気になった機能や見てみたい作例などありましたらぜひ教えてください。それではまた次の動画で会いましょう。